はい、こんにちは。今日はこの夏のお気に入りをご紹介したいと思います。本当は8月の購入品にしようかなと思ったんですけど、この夏使って良かったものだったり新たに加えて良かったなと思うものがたくさんあったのでご紹介していこうと思います。まずこの夏は日焼け対策を人生で一番頑張りました。もともと地黒だし焼けやすいし、結構アクティブに外行く方なので半ば諦めかけてはいるんですけど、今年こそはということで引っ越したのもあってちょっとね気合を入れて UV 対策した結果がこんな感じでこんがり焼けていますが、この秋からもだし来年も引き続き頑張ろうと思います。ということで、同定番なんですが1つ目、これはやっぱり定番にして王だなと思ったのがアリーの日焼け止めです。中でも私はこのジェルタイプが気に入っていて、この夏2本使いました。 Amazon で買うとこういうちっちゃいタイプのも一緒についてきたので、これは持ち運びを塗り直しようとしても使ってよかったなと思ってます。で、夏の初めぐらいから使い始めて、色黒の私でも割と白浮きせずに馴染むのがいいなと思って気に入って使っていました。でもだんだん夏過ぎていって焼けてくるとちょっと塗り始めは白く塗ってる感があったんですけど、それが顔にやった場合若干のトーンアップ効果があるような気がして、外に出かけて顔面の塗り直しって大変じゃないですか。なのでもうこれだけ塗ってそのままちょっと汗をさえて同じくこれを塗り直すっていうことができて、もうラフな時はこれ1本でいいなと思ったので愛用していました。で、並行して使っていたのがこの &B の UV ミルク。もう中身は空なんですが、色はスタンダードという方で白い方なんですね。なので私にはやっぱりちょっとだけじゃないか、白かったんですけど、その顔が白くなる感じが好きで、私はこれも使っていました。ポンプ式なのもいいですよね。で、ちょっともう焼けてきたっていうのもあるし試したかったので、色違いのナチュラルベージュを買いました。で、これはポンプ式がなかったのでチューブタイプにしたんですけど、今塗ってるのはこれです。この9月入って一番焼けた状態でやっと馴染みました。私みたいな色黒でも8月に塗った時はちょっと化粧してるのに黒すぎやしないかって思ったぐらいだったので、大体の人はスタンダードでいいような気もしました。今年は日焼け止めを複数買って並行して使うことによってもったいない精神を消してたくさん塗るっていう作戦でやっていました。やっぱ1個だとねもったいないなと思ってちょっとずつ塗って結果意味ないってことが毎年の傾向だったので、今年はもう8買って対策に励んでいました。そしてもう一つがこれ UV カットスプレーです。大容量なのがいいなと思って、これが冷たくて気持ちいいんですよね。なので家にいるだけの日とかちょっと庭作業する時とかそういう時にこれを使っていました。で、白くならないし冷たいので首裏とか、あと髪の毛にもいいので日差しが強い日とか帽子かぶれない日にはこれを使っています。で、日焼け止めはどうやら開封したら1年以内には使った方がいいということなので、秋もね紫外線強いので全部使い切れる量かなと思っています。というのが日焼け止め部門で、もう一つ今年買ったのが帽子です。これは春に買ったのかな、自転車旅をした時に買ったんですけど、これがデュバリーというアイルランドのアウトドアブランドだそうです。ここが柔軟に動くし、前も後ろも左右ともに日陰にしてくれるので、日焼けもそうですけどかなりこれがあるだけで涼しくて、この夏本当に重宝しました。ちょっとね探検隊みたいな感じにはなるんですけど、自転車とあと水の中だと帽子が取れてしまうので、これでもうがっつり対策をして過ごしていました。で、これすごく乾くのが早いので、家に帰ってきてさーっと洗って干しておくだけで一瞬で乾くところも気に入っています。そして次にスキンケアなんですが、私は今年 &B にハマっていて、ブースターと化粧水は &B のものを使っていて、クリームまで使っていたんですけど、クリームだけ変えたいなと思ってシカシリーズを試してみたところ、私はとても相性が良くて、これも日焼け止め
同様2つ買って惜しみなく使うスタイルで7月頃からやってます。これがクリームタイプでポンプ式なのでとても気に入ってます。でなんかこれがピリピリする針をやっているような感じになるっていうのを聞いて、なんかね本当かわかんないけど効果があるような気がして、こうほうれい線とかたるみをアップさせたいところに集中的に使ってます。なのでこれは夜使ってますね。でこっちの歯科クリームのジェルの方、これは揺らぎ肌に潤いを与えツヤのある肌へ導く歯科クリームと書いてありますが、ジェルで伸びがいいのでこれは朝使ったり、これでちょっと物足りない時に合わせて使ったりもしています。でもこの歯科シリーズのフェイスパックは結局使い切ったんですけど、合う合わないってすごくあるなぁと思いました。そしてもう一つ化粧品部門がこれアイブロウペンシルです。私は本当に眉毛難民で常々言ってるんですけど、やっと眉毛サロンに行って少しずつ安定してきたんですが、その時におすすめされて買ってしまいました。パリジェンヌのメーカーらしいです。すごく極細なのもまずいいなと思ったんですけど、それだけじゃなくてパウダーで押さえてから出ないと眉毛って結構描きにくいじゃないですか。でもこれそんなことなくて、日焼け止め塗った上とか、なんならすっぴんの時とかでもガシガシちゃんと色が乗るっていうのがいいよってことだったので取り入れました。で本当にその通りで、この眉尻とかなかなか色が乗りにくかったり、微妙に生えてないところ、細かいところにすごく付け足しに活躍してくれてます。でお尻はこのスクルーブラシになってるので、もう最後これ1本あればいいかなっていう感じです。ただすごく減りが早いのでコスパは良くなさそうなので大切に使ってます。でも汗かきやすい夏にはいいかなと思います。そしてどんどん出てきますが、このボディーソープ無添加の泡石鹸ボディーソープです。ポンプ式で泡で出るボディーソープってすごいいいなと思って、で泡ってコスパ悪いというかすぐなくなるイメージだったんですけど、全然そんなことないです。でこれは何で買ったかっていうと、私は夏7月からジムに通い始めて、そのジムのシャワーにあったんですよ。やっぱりすごく気持ちいいですね、楽だしっていうところで気に入ってます。私は簡単なメイクの日とかはこれだけで顔も落としてしまっているので、そういう意味でもいいなと思ったりしています。はい、そしてこれはもしかしたらナンバーワンかもしれないんですが、じゃじゃん、ウカの剣山っていう一番硬いタイプなんですけど、マッサージブラシです。もうこれも有名なので私もやっと買ったっていう感じなんですけど、以前から気になっていて、それを店舗で見つけたのでようやく買いました。で最初1個だけ買ったんですけど、調べたらこう2個でダブルでやると最強、そして時短っていうのを見て追加購入しました。はい、緑を買いました。可愛い色です。でこのお花みたいな形も持ちやすいし、もう最高ですね。頭がいかに凝ってるかっていうのが分かります。でこういうのって案外買って満足して使わなくなることとかあるパターンがあったんですけど、私はもう毎朝毎晩、あとお昼も使ってます。朝晩はちょっと忘れちゃったんですけど、ここの筋膜を剥がすとリフトアップにもいいとか頭皮にいいって聞いて、ずっと手でやってたんですね。でも両手でそれをずっとやるのってかなり疲れて、それでやらなくなっていたんですけど、これでやると力いらないし、すごくこう頭皮が動く感じがするので気持ちいいし楽なので、それを朝の起きてスキンケアする時と夜ドライヤーの時にやってます。でお昼は頭使ったな、目が疲れたなって時にグリグリグリってやってます。多分やりすぎは良くないんでしょうけど、やりすぎちゃうぐらい気持ちいいですね。今もこれやっただけでかなり血行が良くなって、すごくお気に入りのアイテムです。気になる方はぜひ手に取ってみてください。っていうのが以上美容関係のものでした。そして次、生活用品。じゃじゃん、長いコロコロを買いました。1個ね、このくらいのサイズのを持っているんですけど、引っ越して2階建てになったということで、
いろいろ2個必要になってきました。お家が広くなったっていうことも加味して長いのを買ったところすっごい良かったです。ほうきと同じ、掃除機と同じ感覚でできるので、ちょっと気になるなって時に腰を下ろさずできるので、暑い夏とても助かりました。それとこの色、ちょっと古民家に馴染むかなと思って茶色にしたんですが、割と置いていてもナチュラルかなっていうのと、あと一番いいなと思ったのがこの粘着部分のコロコロの部分、これがすごく良かったです。畳にもいいって書いてあったのでいいなと思ったんですけど、粘着力がいいのに優しいっていう感じで、今まで使っていたものって結構この範囲やったらもうすぐ取り替えたくなるレベルだったんですけど、これ結構汚れを取っても一部屋できるぐらい、ちゃんとまだゴミが取れるっていうぐらいちゃんとくっついてくれて、多分このデコボコがいいんでしょうね。それがすごく気に入っていて、気持ちよくコロコロができます。この粘着力というか吸着力というのか、それが万能だったことに惚れ込んだのでご紹介してみました。はい、そしてもう一つがキッチンタオルです。正確にはティータオルという商品名だったんですけど、これはおすすめしていただいてゲットしました。で、50センチ ×80 センチでかなり大判のものになります。で、これによって食器の量が多くてもバーッと広げてしまえばいっぺんに乾かすことができたりとか、そうじゃない時は半分に置いてもう半分で拭き上げたりもできるし、で大判なので必要に応じて細かく畳めば違う用途でも使えるしっていうので、私はウォールナットとナチュラルの2種類買いまして、1階と2階に置いてるんですけど、洗い替え用でもう1個あってもいいかなって思うぐらいとても気に入っています。なんかね、あれがあるだけですごく洗い物のモチベーションが上がりました。はい、というわけで今ご紹介した日用品全般は今買えるものであると思うので、概要欄にリンクを載せておきます。どうせ紹介するなら買えるものがいいかなと思ってそういうものをチョイスしたんですけど、そうではないかもしれないけど個人的に買ってよかったなというものをご紹介させてください。まずこれとてもご質問が多かったのですが、こちらのグラスめっちゃ可愛くないですか？これはアンカーホッキング社のグラスです。この色とねサイズ感が私大好きで、以前イベントをさせていただいたオールドニューシングっていう雑貨屋さんで買いました。もう一目惚れして絶対これ買うと思って目をつけていたんですけど、このサイズいいなと思って2つ買って、新居で開けようと思って新居から使っています。もう夏らしいですよね。氷入れてウーロン茶とかアイスコーヒーとかすごくね爽やかでいいなと思います。夏たくさん飲みたいのでこのサイズいいですよね。で、あと何がいいかって、このガラスの凹凸がすごく手に馴染むので、私手が大きい方じゃないのですごくしっくりきます。あとここのくぼみ、ここにちょうど手がフィットするのもいいなって思うのと、もう極めつけはこの分かりますか、お花、これがレインフラワーだったかな、なんかそのレインっていう名前がつくお花がデザインされているそうで、私雨が好きなのでいいなと思って買いました。はい、これよくご質問いただくんですけど、調べるとサイズ違いとかも出てくるので気になる方見てみてください。はい、ともう一つがこちら、これ何だと思いますか？何回か動画でちらっと出てきたことはあるかと思うんですけど、これもオールドニューシングで一目惚れしました。じゃじゃーん、フィルムカメラ、めっちゃ小さいですよ。だって iPhone がこれなので本当にこんなに小さいんですが、チャキーンとやるとフィルムが巻かれて撮影できるという、素晴らしいローライのカメラです。この手に収まるのがよくって、小さいバッグにも持っていけるし、ちょっとしたこの重厚感がたまらないレトロなデザインです。これはスマホプリント転送ができなくて、写真に現像するしか方法がない、そういう機会を設けるっていう意味でも買ってよかったなと思ってます。
はい、そしてもう一つがこのカゴです。カゴとか収納はいくつか買ったんですけど、その中でもこれ一番実用的に使えていてお気に入りのカゴです。これもアンティークショップで買った日本のカゴなんですが、このサイズ感とこの形がめちゃくちゃちょうどよくて、うち外階段でつながってるので往復する時に、例えば洗濯物だったり1階で使っていたものとか持ち運ぶことが多いんですね。でその時に昔から持っている緑のカゴを使っていたんですけど、あれだと大きすぎるしちょっと重たいし、代わりにリュックを使っていたんですよ。リュックだと便利だけど、それを玄関に置いておくとかリビングに置いておくってすると浮いちゃうんですよね。だからカゴだとこうやってポンと置いてあっても馴染むし、あまり嫌な感じがなかったので、これすごく気に入ってます。でパソコンも入るし、洗濯したものだったりとか、最近本読んでるのでこれ本セット入れたりしていて持ち運んでるので、これで忘れ物とかああいうのもなくなったので、ちょうどいいサイズ感でとても気に入ってます。はい。そしてこの夏洋服は買わなかったですね。夏服好きなんですけど、でも唯一買ったのがこれはアディダスのもので、スポーツ用なのですごく乾くし着やすいし、このまま行ってジムで走ったりしてもいいし、ガシガシ洗って使ってるのでお気に入りです。はい。夏服は買わなかったんですけど、夏の間に秋着たい服を買ったので、また近々秋服もご紹介できたらなと思います。夏終わっちゃいますが、皆さんも夏のお気に入りあったらぜひコメント欄で共有してもらえると嬉しいです。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。